で、自分が一番残念だと思うのが、オンロードバイクに乗っててオフロードバイクにずっと乗ってない人っていっぱいいるじゃないですか。オフロードバイク乗ってる人かっこ悪いなって、なんかオフロードバイクダサいな、乗りたくないな、そんなところで止まってしまうのが本当もったいないと思ってて。めっちゃ雪降ってます。はい、こんにちは。今回はですね、せっかく買ったオフロードヘルメットをよりかっこよく使うためのポイントをご説明していきます。数が多いんですが極力短めに、まとめていきますので、ぜひご覧ください。この動画を最後まで見ていただければ、少なくとも首から上はオフロード上級者です。はい、じゃあそれでは行ってみましょう。はい、それではまず1つ目です。ヘルメットが届きました。もう嬉しいですよね。最初箱を開けるとき本当ワクワクします。で、箱から開けてヘルメットを取り出したら、もうその瞬間にですね、バイザーを上げてください。はい。これ、もともと下がってます。なぜかというと、箱に入れるために、少しでも面積をですね、小さくするために、バイザーは下がってます。で、開けた瞬間に上げましょう。どんぐらい違うか。この微妙な、2センチぐらいの違いなんですけど、ダメなんです。下がってたら。上げましょう。必ず上げて、ネジを固定してください。僕の動画もですね、必ず箱から上げたらバイザーの角度を調整してるって、僕がそういう動きをしてますので、これ必ず調整してください。なぜかっていうところなんですけど、オフロード走行をするときはもうまっすぐドカッと座ってこのまんま走ってるわけじゃないんです。はい。全開で加速するときは前傾姿勢になって、頭もこういった形になりますね。これ形じゃなくて角度。はい。この時にバイザー下がってると前見えないんですよね。はい。なので、必ず上げてます。下げる必要性って多分ないと思います。はい。前からね、泥が飛んでくると言ってももうちょっと下げればいいだけなので、必ず上げる。これすごい重要です。それでは2つ目です。はい、ヘルメットをかぶったら必ずゴーグルを装着すると思います。はい、でゴーグルを装着した時のストラップのこの角度ですね。今見ていただければもうヘルメットの形状に合ってると思います。まだ何も知らない方で多いのが、こうなってるパターンですね。多いですね、これ本当に。ヘルメットをかぶってゴーグルをつけるっていうこの動作そのものに慣れてなくて、旗から見れないからですね、それが分からずに下がってしまってるってことがあります。もうこうしただけで、はい、もう残念です。はい、でもっと最悪な場合はもうここまで来てる方とかいますね。もう悲しすぎる。もうでしかもゴーグルがこう引っ張られるんで、こういう感じになるの、目がね。もうほんとかっこ悪いんで、これすごく重要です。ヘルメットの形状、もう最近のヘルメットであればゴーグルのストラップがどの辺に通るかっていう形状で分かると思うので、はい、この水平よりもちょっと上ぐらいですね。はい、こんな感じでゴーグルを装着する。なので、自分の場合はまずゴーグルを目に当てて、ちょっとこれ動画で撮ります。はい、ヘルメットかぶりました。それではゴーグル装着していきます。まずは、顔にゴーグルを合わせて、でストラップを後ろに持っていって、そのままこれで終わらないことですね。もうパーンで終わると下に行ってそれが確認せずに終わってしまうので、必ずストラップを後ろに持っていった時に形状を確かめて、でもう一回それが途中で曲がっててもかっこ悪いので、それを一回手で形状と合ってるかどうかをしっかり確認します。それでやっと OK ですね。はい、であとですね、このゴーグルをつけてるこの動きかっこよくないですか？で3つ目です。最初の1番バイザーを上げる、でゴーグルのストラップを下げない、この2つさえできてればかなりよくは見えるんですが、またその際細かいところを、ご説明していきます。ヘルメットのそもそものかぶり方なんですけど、僕のイメージでですね、初心者の方は極端ですけどこうなりがちです。下に行き過ぎ、
でこれノーズガードがあるからまだ見えないんですけど、これがなかったらもう口が見えちゃってる状態。こうなってると、初心者感が出てきますね。で、上手な人というか、早い方はちょい上ですね。ジャストのところよりちょい上です。はい。これは、オフロードに限らず、オンロードレース、MotoGP とかの選手もちょっとこうなってますよね。なぜかっていうのはもう分かりやすいんですけど、当然前傾で走るので、ヘルメットをど真ん中で被るよりちょっと上に向けた方が、この額の部分が上がるんで前が見やすくなると。なので、このぐらいがちょうどジャストなのかな。そっからちょい上にすると、なんか上手な人っぽく見える。これは間違いないと思います。はい、4つ目です。すごく基本的なことですが、顎紐を締めるっていうことです。はい。ただ、それに追加して、走る時じゃなくて、試着する時も必ず顎紐を締めるってことですね。はい。これはなぜかというと、かっこ悪いからです。はい。新しいヘルメット届きました。やったーつってこんな感じで動画アップされてる方もいらっしゃいますが、かっこ悪くないですかこれ。はい。で、そういう方っていうのは、実際に乗るときに締め忘れて走るっていうことが起こり得ます。実際に起こります。はい。で、特にオフロードバイクってコースサイドでヘルメット脱いでまた被るって結構多いじゃないですか。でそれを繰り返している中で習慣づいてないと締め忘れて走っちゃうんですよね。はい。でそれが僕は危険っていうことよりかっこ悪いからもうマジでやめた方がいいっていうふうに思ってます。はい、危険なのは当たり前ですよね。もう脱げてだったら意味ないんで。そうじゃなくて、この状態でですね、オフロードコースを必死で走ってる方ってもう、それはもう悲惨なぐらいかっこ悪いんですよ。はい。では次に取り扱いについてもお話ししていきます。かっこよくオフロードヘルメットを使う上で重要なのは無駄な傷をつけないということですね。走ってて転倒して、ついてしまうとそれは仕方ないと思うんですけど、そうじゃなくてバイクを止めている時にバイクのハンドルにこう引っ掛けたりして結果オフロードでよくあるんですけど、スタンドが地面に突き刺さってこうバイク倒れることってよくあるんですよね。でその時にヘルメットごと倒れるとか、ミラーにかけていたものがそのまま落ちてしまうとか。かっこ悪いですよね。そういったことが起きてることがそもそもかっこ悪いですよね。なので絶対バイクにかけないってことですね。あと、例えばバイク雑誌とか見て、例えば表紙にですよ、オートバイがこうバーンと乗ってたとして、それにヘルメットがかかってるってことないじゃないですか。そういうことするとあんまりこう映えないっていうことだと思うんです、自分は。で、自分もかけてる写真ってあんま好きじゃないんですよね。なので、取扱上で、バイクにはかけないと。じゃあどうするんだよってとこなんですけど、自分の場合は、コンクリートであればもうそのままコンクリートに置きますし、下が土で土にそのままこっちをですね、肌に触れる部分もあるので土に置きたくないなっていう時は裏返して置きます。でもちろん転がったら嫌なので地面のくぼみを見つけてくぼみにちょうどはまるようにして動かないようにしておきます。で、こっちにつく汚れ、ちょっとした砂とかはですね、払うだけで済むし、そもそもオフロードで走ってると、木の枝とかで擦れて、表面が完全に新品のツルツルの状態でずっと使えるってことはありえないので、こうやって置いてます。はい。その程度であれば、バイクに引っ掛けて倒れて一緒に落ちて、それでボロくなっていくっていうよりはずっといいと思うので、普段は自分はそういうふうに取り扱いをしています。さっきのが5つ目だったはずなので次6つ目ですね。はい、6つ目です。6つ目は何かというと清潔に使おうということです。はい。オフロード走行したら汗をかきます。それはオフロード走行に限らずヘルメットをかぶってバイクに乗って、真冬だったら話は違うかもしれないんですけど必ず汗をかきます。はい。ヘルメットの内装は下着と一緒ですので洗うっていうことですね。なのでやっぱ清潔感っていうのはすごく大事なので、当然外装もきれいにするんですけど内装肌に触れる部分は必ず洗って使うっていうことですね。そういうのも含めてこの新しいやつでこうマグネットになってるとほんと外して取り付けるのが楽なんで新しいやつはいいですね。
でそうそう、元ブログとかインカムとかつけるじゃないですか。で自分自身も、以前大型バイクをレンタルして嫁さんといろいろツーリングするってことはやってたんですけど、その時はインカムをつけてやっぱ会話してたんですね。でインカムをつけると中に配線を這わせるので、内装を外すっていうだけでもまた取り付ける時にその配線をですね元に戻すのがもうめんどくさくて、やっぱりその外して洗うっていうのが億劫になるんですよね。でこの辺にごちゃごちゃつけてる方って頻繁に内装を洗ってないと思うんですよね。なので自分は不潔だなと思ってます。あるといいんですけどね、やっぱ会話ができたりしてすごく便利で、あれやっぱ日常的に仕様で乗ってると相当汚いと思いますね。それでは次にゴーグルのこともお話ししておきます。ヘルメットとセットのようなものですよね。でこのゴーグルも新品めっちゃいい匂いしますよね。これ皆さん多分好きですよねこれ。で、ゴーグルもヘルメットの内装と同様で汗をいっぱい吸い込んでるので毎回洗ってます。当然通勤とかで使ってるとそこまでできないのはそれは分かるんですけど、オフロード走行したやつはやっぱり洗った方がいいですね。で、オフロード走行するとこの新品の匂いすぐ薄れちゃいますよね。外気が通ることでやっぱなんか外の匂いになってしまうっていうところですね。それで、洗ってあげると。あとこのレンズに関しても外を走るとやっぱ必ず汚れがつきます。オフロード走行なら当然砂ぼこりがついて、汚れてしまうので、自分の場合は走る時に必ず1枚ティアオフレンズを貼り付けて走ってます。これレンズの保護のためにですね。で、最近のエンデューロレースはティアオフ、これは、自然環境に良くないと。やっぱ走行中に剥がして捨てるっていうのこれが自然の中に捨てられることになるので使えないんですよね。多くのレースでモトクロスはいいんですけどね、その管理されてるコースなんで。なので、レンズの保護のために自分はこのティアオフレンズを多めに買って毎回貼り付けて走って、終わったら、レンズを取って、でもそれでもですね通気性よく作られているので細かい砂が内側についてます、レンズの内側に。なので、ゴーグルも洗うんですけどレンズも必ず一回外して、自分自身は中性洗剤で優しく洗ってしっかり乾燥、乾燥というかメガネ拭きで拭き上げて、表面に傷をつけないようにですね。でそれで完全に乾燥させて、ほとんどの場合がレンズを取った状態で、保管してます。で次乗る時にその乗る場所によって必要なレンズを選んで使ってるという感じですね。じゃあ次にゴーグルの選び方もお話ししておきます。例えば自分がこのヘルメットを使う場合はこれ M サイズです。そんなに大きくないと。で、この前見ていただいた、このアルメがですね、なかなかフィット感良かったと思うんですけど、ヘルメットのサイズが XL とか XXL とか大きなものを使われている方で、なんて言うんでしょうね、このアウトリガーのタイプじゃなくてどちらかというと価格が安い、ものを使った場合ってアウトリガーってどうしても横幅が広くなるんですね。でそうじゃないモデルって横幅が狭いんですね。で大きなヘルメットで横幅が狭いゴーグルを使うとこんな感じになります。とっても情けない感じになってしまうので、ヘルメットが大きいんであればゴーグルもアウトリガーで、ちょっとでも横幅が広く見えた方が見た目的に良くなります。それからゴーグルのレンズについてです。これ多分並べますね。クリアのレンズとミラーのレンズです。一般的にはミラーレンズかっこいいみたいな、そういった、そういった風潮ってありますよね。でもちろんかっこいいと思います。でかっこよく見えるシチュエーションとそうじゃないっていうのがそれぞれあるんですね。で僕の感覚なんですけど、ミラーレンズでかっこよく見えるのは、どっちかっていうとストリートで乗ってるような方ですよね。あとは、モトクロスとかラリーとか、スピードが出る、あと、そういったずっと淡々と走り続けるような、そういった場面だと、こっちの方でもかっこいいのかなと思います。でそうじゃない時もあるんです。クリアレンズの方がかっこいい時もあるんです。それは何かというとハード系のエンデューロでってなんて言うんでしょうね、難所にはまって、表情が見えた方が
映える時ってあると思うんです。例えばミラーレンズで、難所でこうなってる時、こう本当は中ですごい表情歪めてるんですよ。でも難所でこうね、倒れかかってこうなってるような時にミラーレンズになってるのと、クリアレンズでこうなってるの。わかります？こうやって前を睨みつけてる表情が見えてる。どっちがかっこいいと思います？自分は絶対表情が見えて、セクションを睨みつけてる表情が見えてた方が僕はかっこいいと思います。実用性とかその辺はまた別の話ですね。当然眩しい時はミラーとかスモークとかかかってた方が見やすいので、見やすいとか目が疲れないので、そこは使い分けなんですけど、いかにかっこよくするかってところで今回話をしているので、ちょっとそういったところもご説明してます。はい、じゃあいろいろお話ししてきましたけど、大体このぐらい押さえてればいいんじゃないでしょうかね。で、あとヘルメットに限らずなんですけど、例えば今グラフィックのこんなやつ買うわけじゃないですか。で、こういうのを買うときに人と被りたくないなっていう気持ちは僕はないですね。それはかっこいいものであれば当然人気もあるし、被って当然だと思ってるので、例えば身近な友人がみんな同じものを買ったとしても僕全く嫌じゃないです。もう逆にウェルカムですね。で、それと全く逆で、人と被りたくないっていうのを軸にして選ぶ方は、みんながみんなではないと思うんですけど、結構事故ってる。事故って交通事故じゃないですよ。結果、事故ったちょっとね、変な感じになってるっていうことが多いかなと僕は思ってますね。自己満足の世界なので、正解も不正解もないんでしょうけど。自分が一番残念だと思うのが、オンロードバイクに乗っててオフロードバイクにずっと乗ってない人っていっぱいいるじゃないですか。当然乗ってみないと楽しさって気づけないんですけど、そのまだ手前でなんかオフロードライダーってかっこ悪いですよね。たまに自分が外で目にする人がその汚らしい格好で林道行ってる人とか、そういう人しか目に入ってなくて、オフロードバイク乗ってる人かっこ悪いな、自分はそっちには行きたくないなって思ってる人って一定数絶対いるんですよ。で、自分も身近にいました。見た目がなんかこう本当はかっこいいと思うんですよ。すごいかっこいいと思うんですけど、そうじゃない方が偶然その人の目に入って、なんかオフロードバイクダサいな、乗りたくないな、そんなところで止まってしまうのが本当もったいないと思ってて、おそらくこれ見てくれてる方は大体オフロードバイク乗られてると思うんで、こんなに楽しい世界ってないじゃないですか。で、例えばずっと乗らずにもう年齢が結構いってからオフロードバイクに乗り始めて、もうなんでもっと若い頃から乗ってなかったんだろうって言われる方って本当に多いし、自分自身も、16でバイクの免許を取ってオフロードバイク乗り始めたのは20歳なんですけど、その16から20歳のその4年間だけでも、その高校時代とかあの頃にオフロードバイク乗ってら楽しかっただろうなって今でも本当後悔するぐらい、そんな気持ちがあるんですよね。なのでやっぱりね、いろんな原因というかいろんなきっかけでオフロードバイク乗ると思うんですけど、周りにいる人がかっこよくないからなんか嫌だなって思われるのが本当に自分は嫌なので、もう特に見た目にはこだわってるというか、そこをずっと考えてますね。